皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第14回目、その後半です。テーマは東京裁判、その2回目、パール判事第1回目です。この後半はパール判事、今も愛される理由です。永久戦犯被告による歌をご紹介いたします。パール判事の意見書に接し死刑になった被告が歌を残しています。文と読まれているのがパール判事の意見書のことです。東條英機、100年の後の世かとぞ思いしに、今この文を目の当たりに見る。板垣清四郎、二とせに余る裁きの庭のうち、この一文を見るぞ尊き。優れたる人の文見て思うかな。闇夜を照らす灯火のごと。木村平太郎、闇の夜を照らす光の文仰ぎ、心優しく行くぞ嬉しき。無念、この一時に尽きる被告らの思いをパール判事の意見書はかろうじて晴らしてくれたのかもしれません。東條英機が100年先には真実が明かされようとの思いを抱いていたのに対し、この意見書を見るに大いに慰めを得たことでしょう。それは戦犯の遺族として以後長年同国民からの虐げられる方々にとっても同じでした。戦犯遺族へのねぎらに関して次のようなエピソードがあります。東京裁判を終え3度目となる1952年11月7日、パール博士一行が福岡に到着すると、 BC 級戦犯者の家族が60名ほど福岡消防官で博士を待っていました。深い悲しみに包まれた家族たちを前に、パール判事は悲痛な表情でこう述べました。戦犯と言われるが決して犯罪者ではありません。全員無罪です。何も罪とが犯したのではない。恥ずべきことは何一つありません。世界の人たちも戦争裁判が間違っていたことを少しずつ分かり始めたようです。しかし私は今更ながら自分の無力を悲しみます。ただご同情申し上げるだけです。私には何もできませんけれど、戦犯釈放にはできるだけ努めます。これ以上罪のない愛する者同士を引き離しておくわけにはいきません。私は倒れそうです。許してください。受刑家族の苦悩を苦悩とする博士は言葉も途切れがちに、ようやくこれだけ述べて合掌するのみでした。戦犯の無実を確信し、この暴挙に憤りを持つ博士は受刑家族を目の当たりにして、深い責任、自ら犯した罪のごとく責められる気持ちであったのでしょう。自分の無力を悲しむ、許してくださいと言って涙し、そして応援する家族の中に歩み寄って家族の一人一人の方に優しく手を置かれました。東京へ帰ると博士は巣鴨プリズンを慰問されました。巣鴨には A 級戦犯と BC 級戦犯合わせて130名ほど拘置されていました。博士は一部屋ごとに声をかけられ、慰めかつ励まされました。当局もインド代表判事ということで BC 級戦犯全容廊下に成立させました。博士は
皆さんには何の罪もない。講和条約も終わった。講和条約が終われば、当然皆さんは釈放されるはずです。あとは手続きの問題だけです。それが国際法の定めるところです。どうかそれまで健康に留意してくださいと励まされました。博士は東京裁判で処刑された7人の遺族に対しても心からいたわりの情を示されました。まず東條勝子夫人から面会の申し込みがあったのを、夫人にわざわざ来てもらうのは忍びないと言って、博士はわざわざ遠隔の世田谷の東條宅を訪れました。勝子夫人と2人の娘さん、3人のお孫さんに囲まれた博士は、一人一人孫を抱き上げ頬ずりしながら、長時間勝子夫人を慰めました。板垣清志郎元大将未亡人結子夫人は博士を帝国ホテルに訪ねました。博士は夫人の手を取って迎え、板垣さんは私の座席の真正面でしたと博士が言うと、はい、いつもパール先生が真っ先に正面に現れて被告席に向かって合唱されるので、とても印象が深かったと主人は死ぬまで申していました。この世、広田光輝元首相のお嬢さんと東條重徳元外相の夫人が訪ねてきました。この時も博士は懇切に2人を慰めました。木村平太郎元大将の未亡人カヌイ夫人は奈良ホテルに博士を訪ね、私ども7人の戦犯処刑家族の者は年2回23日の命日に集まってひそやかに慰め合うのを何よりの楽しみにして寂しい日々を送っていますと言いました。思い起こせば、インドは200数十年のイギリス植民地時代、独立の志すら奪われていました。戦う意欲すら失せていたのです。それが東洋の小国、日本が欧米列強諸国と戦い、アジアを植民地支配から解放したのです。そのために時として無謀な作戦もあり、当時は無駄死にと非難されたインパール作戦もありました。しかしその多くの兵の犠牲が礎となり、インドをはじめアジアの国々は独立を果たしました。事実、インドはインパール作戦をインパール戦争と呼び、大英独立戦争と位置づけています。日本軍はインド独立を支援した解放軍であると、インドは日本が侵略戦争をしたという歴史観は持っていません。インド最高弁護士の P.N. デキ氏は次のような言葉を残しています。太陽の光がこの地上を照らす限り、月の光がこの大地を潤す限り、夜空に星が輝く限り、インド国民は日本国民への恩を決して忘れない。パラバイ・デサイ博士はこう述べました。インドはほどなく独立する。その独立の契機を与えたのは日本である。インドの独立は日本のおかげで30年早まった。インドの独立は1947年8月15日、東京裁判の最中でした。このように日本軍とインド国民軍が一緒になって戦ったことが元になって、インドはそれまでの約200数十年の奴隷状態から解放されました。3万人の日本人とインド人の犠牲者は決して無駄ではなかったのです。ですから私たちは犠牲者の霊たちに心からこう言いたいと思います。あなた方のおかげでインドはついに独立しました。また他のアジア諸国も独立を果たせました。あなた方の心は今アジアに生きています。こうした経緯からインドは戦後の日本に対して極めて好意的でした。戦争賠償の請求を放棄し、また東京裁判でもインド代表のパール判事がただ一人日本無罪論を最後まで強力に唱えました。
この戦争が日本の侵略目的ではないことを誰よりも彼らが知っていたからです。さらに復興後の日本の国連医療ネール首相は強力にバックアップしてくれました。インド独立50周年を記念した日本の式場で、インド側代表の最高裁弁護士デビディ氏には次のように述べました。インド独立のため日本人が共に血を流してくれたことを忘れません。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは正義でした。私たちは捨て石となる、自分が犠牲になるということがなかなかできません。偉大なことを実現するために自ら犠牲となり、喜んで捨て石となっていった人々がいます。その人たちは大いなる夢を抱いていたのです。アジアの独立という夢です。聖書の一節をご紹介いたします。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石になった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。新約聖書マタイの福音書21章42節。お知らせです。次回15回目、12月19日土曜日、毎週土曜日です。テーマは東京裁判、その3回目、パール判事2回目です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。